今日はスポーツバイク、主にロードバイクのブレーキの歴史を俯瞰で眺めていこうかと思います。はいはい。本当は個別のブレーキの構造とか力学的な話をしようと思ったんだけど、それやると無限の尺と無限の調査が必要になりそうだからやめたよ。今回は1920年頃から現代までどのようなブレーキシステムが登場してどのように改良されていったのかをざっくり勉強して、個別の詳細はまた別の機会にやろうね。ブレーキだけで10回くらい擦れそう。それでは始めます。ロードバイクが生まれたのは1900年くらい。最初期のブレーキがどうなってたかはちょっとよくわかんなかったんだけど、いきなりわからんのかい。タイヤを直接押さえるスプーンブレーキやワイヤーじゃなくてロッドで作動するリムブレーキが使われてたみたい。でも1920年代後半には現代に続くワイヤー引きのキャリパーブレーキになってたみたい。こういうやつね。キャリパーってのは測定用具のこういうやつのことを言うみたい。似てなくもない。今でもママチャリの前輪はこれが主流だと思うからめちゃ息が長いよね。構造は単純で共通の軸に2つのアームがくっついていて、ワイヤーの力で閉じるようになっている。開くときはバネの力でワイヤーが横の方に接続されるから、真ん中で引くやつと区別するためにサイドプルキャリパーブレーキと呼ばれた。今ではもっぱらシングルピボットキャリパーブレーキと呼ばれる。対して真ん中で引くやつはセンタープルと呼ばれた。フランスの方ではセンタープルブレーキが盛んだったらしい。見た目はこんな感じ。可動軸が2つでアーム間に貼ったワイヤーを上に引く。これ今じゃほとんど見かけないけど全然悪そうに見えなくて、力学的にもまあまあ効率良さそうだけど、サイドプルとバチバチにやり合った結果負けちゃったみたい。負けちゃった理由については、当時出来が良かったカンパニョーロのブレーキがサイドプルだったから、それにシェアを取られてしまったと書かれている文献が複数あった。同程度の性能だったとしてもパーツ点数多いし、本体側にケーブル受けが必要になる制約もあるから厳しいのかもね。で、しばらくはこのシングルピボットのサイドプルキャリパーブレーキの安寧の時代だったみたい。素材とか精度とかシューとかはいろいろ進歩したんだろうけど、基本的な構造はそのまま。だってママチャリとかは今でもこれだし。ちょっと脇道にそれて、1980年頃には第一次エアロロードバイクブームがあって、ブレーキもエアロなやつが登場した。前面投影面積を減らすためのセンタープル構造で、カムとカリンクでアームを動かした。まああんまり良い話聞かないし、後に続かなかったから詳細は割愛。悲しいな。80年代後半になるとサイドプルに革新があって、デュアルピボットキャリパーブレーキというのが一般化する。今までの軸から少しずれたところに1本軸が追加されてるね。デュアルピボットキャリパーの原理やメリットに関してはネット上に不十分な説明が散見されるから、ちょっと詳細を説明するね。これは2010年頃のカンパニョーロのブレーキ。ちょうどメンテ中。説明用にリターンスプリングは外してある。ちょっと分解してみよう。2つのアーム。島野さんは形状からワイアームと C アームって呼んでる。後ろのちっこいアームみたいなのはフレーム側に固定される動かない部分。2つのアームは別々の軸についているけど、実は2つの軸の中間あたりで接触している。こことここね。それを踏まえてもう一回組み立てて動かしてみる。アームが閉じるときは力のバランスの関係上 C アームが優先して動こうとするんだけど、 C アームはここの接触点でワイアームを押すから結果として連動して閉じる。開くときはワイアーム側にだけバネが入っているからワイアームが優先的に開こうとするんだけど、今度は逆に接触点で C アームを押すから連動して開く。旧来のシングルピボットはこういう連動するギミックがなかったから、2つのアームのバランスはバネの調整とかで取っててすごいデリケートで、汚れとかワイヤーの引っかかりとかで簡単に左右のバランスが崩れて肩利きが発生しやすかった。デュアルピボットなら最初にちゃんと調整すればそう簡単にはずれない。離れたことで逆に心が通じ合った。何言ってんだこいつ。バランスが取りやすくなったというとちょっと便利になった程度かなって思っちゃうけど、これめちゃ重要で
左右のバランスが取りやすくなったということは、ブレーキを使っていない時にリムギリギリまでブレーキシューを近づけておくことができる。リムギリギリまでシューを近づけておけるということは、少ない移動量でブレーキを接触させることができる。少ない移動量で済むということは、レバー比を上げてブレーキの力を大きくできる。左右のバランスが取りやすくなっただけなのに、最終的にはよく効くブレーキにできるってわけ。これ、しばらくシマノの発明品かと思ってたんだけど、実際は1960年代に発明されたドイツのアルテンブルガーってところのシンクロンってブレーキが元らしい。名前からも左右連動が重要なことがわかるね。これが多分その特許なんだけど、この特許が切れたタイミングで各社が商品展開したってことみたいだね。ピボットの配置がさっきと違うわ。ピボットが2つあって、その中間で接触しているのが重要だからね。2つのピボットの位置はある程度自由に設計できる。というかシマノは最初は左右非対称の配置使ってたけど、今の上位グレードは元の特許の配置になっているね。多分最初に左右非対称レイアウトを思いついた人はおもろって思って採用したけど、ワイアーム側の合成落ちるし、シューが減ると左右ずれてキモいし、結局あんまいになくねってことで戻したのかも。憶測です。さて、ロードバイクが60年代の技術のリバイバルをやっている間に裏ではマウンテンバイクが生まれてブレーキシステムが2回くらい進化していた。マウンテンバイクの爆誕は1970年代。最初の方はツーリングバイクから転用された感知レバーブレーキが使用された。センタープルのキャリパーブレーキのように二股のワイヤーで上方向に引っ張るタイプだけど、左右が完全に分離している感じなのが違うね。初期は左みたいに左右に大きく開いたワイドプロファイルってタイプだったけど、このタイプはワイヤーを引く方向が理想からかけ離れているので効率は悪いね。でもタイヤの周りに空間が空くので、太いタイヤに対応しやすいし、オフロード走行の泥詰まりにも強い。とりあえず見た目は好き。しばらくして利点はそのままに欠点を改善したロープロファイル型が出現。ブレーキがかかとに当たるのを避けるためらしいけど、効率もかなり改善された。でもまだ理想からは遠いと思う。使ったことないから適当言ってるわ。裏ではセンターフルキャリパーブレーキに近い構造を持つ U ブレーキや、シマノのエアロブレーキに近い構造を持つローラーカムブレーキが生まれたけど、主流にはならなかったみたいだね。ローラーカムは他に元ネタがありそうだけど、よくわかんない。で、90年代にすごいブレーキが登場する。V ブレーキだよ。これはシマノの商品名で、商品名を避けるならリニアプルカンチか、ダイレクトプルカンチだけど、まあ V ブレーキの方が伝わるよね。言うほど V 型か問題はある。ロープロファイル型カンチの方が V 型してるよね。で、これは別名からもわかるように、カンチレバーブレーキからの派生型だよ。台座はこれまでのカンチと同じものを使って、アームを真上に伸ばして、2本のアームの間にワイヤーを張る。分岐したワイヤーはなくなったし、フレーム側のワイヤー開けもセットで不要になった。ワイヤーを引く方向はほぼ理想通りで、非常に高い制動力を発揮する。ワイヤーを真横から引くためにバナナ型のパイプで90度曲げているというのが、大胆というか、アイデア賞ものだと思うよ。ただタイヤを避けるまでアームを上に伸ばしているから、手こひが大きくなりすぎて、レバー側は専用品が必要になった。これ今までのブレーキの中で、なんなら最も単純でパーツも最小クラスだけど、機器は最強クラスで、フレーム側が負けちゃうからフレーム側の補強部品が広く打ってたほど、弱点もないわけじゃなくて、ワイヤー側をある程度フリーにしておかなくちゃいけないから、ワイヤー触るとブレーキ全体が左右にグラグラするとかあるけど、まあ些細な問題だよね。あとは単純すぎてハイグレードパーツの差別化に苦労していた印象がある。V ブレーキはクロスバイクの多くや一部のシティバイクに採用されて、ライトユーザーにも広く親しまれていくことになる。個人的にもかなり好き。でもマウンテンバイク用のハイエンドパーツとしては長く続かなくて、2000年代前半には油圧ディスクブレーキにとって変わられる。これはもちろん車やオートバイからの展開だね。それ以前は航空産業かららしいけど、最初のマウンテンバイク用量産油圧ディスクブレーキはヘイズのマグってやつで97年らしい。98年にはシマノの XT も油圧ディスク化される。
ロードバイクが10年スパンでのんびりやっていたのにマウンテンバイクの進化が早すぎる。シマノの XTR の歴史見ると、新型のたびにブレーキ形式が違うもんね。で、油圧ディスクの性能は圧倒的。まず油圧ゆえにワイヤー引き特有のロスが発生しない。摩擦や引き方向によるロスだね。次にディスクの精度の良さ。ディスクの振れはリムの振れより1桁は小さいからパッドをギリギリまで寄せられる。さらにパッドが減った時に勝手にクリアランスを調整してくれる機構があるから非常に小さいストロークでブレーキを効かせることができる。デュアルピボットの時にも言ったけど、ストロークが少なくて済むということはそれだけ力を増幅できるってこと。デュアルピボットでも周の消耗を考慮して左右合わせて 8mm くらいは動くようにしなきゃいけないけど、油圧ディスクなら 1mm もいらないもんね。ディスクの小ささなんて問題にならないくらい力を増幅できる。さらに挟む力が強いことで濡れた場合にも瞬時に水を排出して効きが低下しにくい。そもそも路面から遠いから路面からの水や汚れが付着しにくいと、非常に高性能だけどやや高価でやや重い。また使用中は基本的にメンテフリーだけど導入作業の難易度はやや高い。そんな弱点をカバーするためか、油圧ディスクの裏ではワイヤー引きのディスクブレーキ、つまりメカニカルディスクブレーキもある程度普及した。これは油圧ディスクのメリットの一部を比較的安価に手軽に享受できる。マウンテンバイクが怒涛の進化をしている間、ロードではずっとデュアルピボットを使ってたんだけど、2010年代になると第2次エアロブームでブレーキのフォークの裏などの特殊な配置や専用設計のブレーキが散見されるようになった。専用設計のものには V ブレーキやローラーカムブレーキの構造を利用したものもあった。他にもダイレクトマウントとかいうフレーム側にデュアルピボットのピボット部を直接つける方法も登場した。島野さんが非ダイレクトマウントのデュアルピボットの対象型にしたのは、単にダイレクトマウントと設計を共通化したかっただけと邪推することもできる。とまあ、ここら辺はすごい雑多なんだけど、基本的に高級モデルだけの話だったし、そう長くは続かなかったみたい。2010年代後半には油圧ディスクもメカニカルディスクもマウンテンバイクから流れてきた。特に油圧ディスクが瞬く間に他のブレーキシステムを駆逐して今に至る。今のラインナップじゃリムブレーキのロードバイクの方が珍しいわね。2022年に105が油圧ディスクオンリーになったのはなかなかセンセーショナルだったね。 SNS が荒れてたわ。油圧ディスクの次はあるかしら。どうだろうね。マウンテンバイクはそろそろ歴史の半分くらい油圧ディスク使ってたことになるし、オートバイとか半世紀前からずっと使ってて、スポーツ用途では全く変わりは出てきてないよ。かなり支持され続けてきたシステムってことになるね。研究レベルでも代替品をほとんど聞かないって相当だよ。ちょっと足レベルじゃ次は想像できないね。むしろディスクブレーキに部分的に対抗できるリムブレーキはいい線いってるわね。はい、じゃあ今日はここまで。ブレーキの歴史を広く浅く見ていきました。この動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録をしてくれたり、他の動画も見てもらえると嬉しいです。見たい動画のリクエストも待ってます。それじゃ、バイバイ。バイバイ。